どうも皆さん、森のニーナです。先週の動画では若返りのためにやっていいことを紹介したんですけど、今日の動画では若返りのためにやってはいけないことを紹介します。やってたことはもう本当ひょんなことなんだけど、本当に日常のこんなことが後に後悔につながることで果てしなくあると思うんですね。その中で私の実体験をもとに抜粋して、今日も原因だけではなく対策までお話ししていくので、よかったら参考にしてください。それでは始まります。スタート。それでまず1つ目、朝食はパンを食べるなとは言わない。朝だけは食べるな。理由は、パンで使われる精製された小麦粉って食物繊維もミネラルも抜けちゃって栄養ほぼないんですよ。栄養がほぼないだけではなく、パンに含まれる炭水化物や砂糖は糖質は体を動かすのに必要なエネルギー源でもあるんですけど、朝っていう空腹状態にパンを食べると血糖値が一気に上昇するんですよ。その時インスリンっていう若さを保つための成長ホルモンの分泌を止めるの。そのインスリンって本当に厄介で、若さを邪魔するだけじゃなくて、インスリンが出てる間脂肪分解ができないから、使い切れなかった糖質を脂肪に変えて贅肉がつきやすくなる。だから私たちのフォルム的にも老け見えさせるっていう、もうトータルでもう老け見え原因のお薬でしかないんですよ、パンって。で、対策としては色がついてるもの、茶色、全粒粉とかライ麦とかがおすすめ。あとはパン単体で食べない。よく言いますよね、野菜から食事をとりましょうって。パンを食事する際にもそれが当てはまります。あと、血糖値の急上昇を抑えてくれるような食べ物を1品から2品ぐらいプラスする。例えば野菜だったり、あとはネバネバ系とキノコ類。2つ目は AGE が含まれる食べ物を多く摂りすぎる。これ絶対ダメ。よくね、美容や健康は内側からのケアが一番大事ってよく言われますよね。ということは、老ける食べ物を摂るということも同等くらい威力があるんですよ。なんならそっちの方が怖い。なぜかというと、老化物質は消化の過程で私たちの体内で 7% 蓄積されるんです。そう、排出されないの。でもとっておきの対策法、後で紹介するので安心してください。 AGE が多いものが分かりやすい特徴、焼き目がある食べ物、もっとピンポイントな食べ物を知りたかったらリスト化するとこのような順位が存在します。じゃん。どうしても食べたい時は食べ合わせをする。 AGE を吸収しづらい食べ物、飲み物、緑茶だったりレモン、唐揚げとか揚げ物を食べる時は必ずかける。そして緑茶だったら、どの食べ物を食べてる時でも合いやすいものなのでおすすめ。特におすすめは煎茶で、これとっておきの情報、唯一蓄積された AGEs を排出する働きがあるのはヨモギ。これ覚えておいてください。私も飲んでます。粉末がいいんですけど、飲みにくい方はこういったヨモギ茶とかでもいいと思います。デカフェなのでね、寝る前とかにも飲みやすいです。続いての項目は足を組む。老けて見える原因って肌だけじゃなくないですか？顔の歪み、左右差も老け見え原因になります。基本的に今の顔よりも私たちが生まれたての時の方が左右差がなく均一に近いはずなんです。なんですけど、後にその人の生活スタイル、積み重ねてきた日々の歪む要因とか作って今に至る。そのうちの一番分かりやすく左右差が出てしまうのが足を組むこと。原理としては、足を組むと骨盤周りが歪むんです。骨盤周りが歪むと肩や首も歪むんですよ。で、その影響で青も歪んで左右差が出てしまうっていう。すでに歪んでしまっていたら、もうはっきり言っちゃうと、足を組むのをやめても治りにくいです。なんならもう今歪んでるから足組みたくなっちゃうんです。もうそれが一番楽だから。なのでおすすめの歪みを矯正するストレッチを紹介します。こんな感じで、立った状態でかかとをお尻に近づける。これは結構左右のねバランス整うんですよ、これやってると。ポイントとしては、これをやってる時にお腹に力を入れるのと太ももの前側が伸ばされるのを意識しながら膝を後ろに引きます。2つ目の骨盤歪みストレッチは、片膝を立てて膝に肘を当て振り向く。この時意識するのは、背筋を伸ばすことを意識しながら肘で膝を軽く押します。残酷な話なんですけど、人はやるぞって決めてもすぐには変われないらしいんです。大事なのは、すぐにやめられることはできないってもう分かっておく。その上でやるぞっていう覚悟を作る。続いて、目を雑に扱う。目ってこの皮膚もなんですけど、中もね老化します。全体の寿命が100年だった
と仮定して、目の寿命ってそのうちの6、70年らしいんですよ。そのぐらい脆い。なのでやるべきことは、こすらない、洗わない、光を見ない。洗わないっていうのは、これはね、花粉症の方だったりとか、目を洗うことを習慣づけてる人からしたら嫌だなって感じさせちゃうかもしれないんですけど、目を洗うやつあるじゃないですか。あれって結構目に必要なものでさえ洗い流しちゃうというか、結構傷つきやすくなっちゃうらしいんですよ。で、光を見ないっていうのはブルーライトとか、あと紫外線とか、一番危ないのはスマホの見過ぎ。これは改善するのは本当に難しいことだけど、一つ意識してほしいのは、スマホを見ることによって消費してるんだ、目の寿命を。で、ちょっとでも分かっておく。一緒に脱スマホダラダラをね、卒業してみましょう。頑張りましょう。ちょっとでいいので。続いて、1日1回しか洗顔とスキンケアをしない。ある調査によると7割の方は朝洗顔するらしいんですよ。ただこれも全体で見るとなんですよ。でも若年層になればなるだけ洗顔する方って少ないらしくて、割合はなんと5割。朝洗顔料を使わなきゃいけない理由としては、古い角質まではぬるま湯では落とせない。そして変性皮脂というのも朝は落としたいんですよ。まずこの1つ目の古い角質は毛穴に溜まっていってしまうので、角栓ができたり肌トラブルを引き起こすのと、この変性皮脂っていうのは古くなった皮脂汚れなんですよ。これが肌に残しておいてしまうと大ダメージ。こういった積み重ねが老化の引き金になります。対策としては、ニキビができやすい方も乾燥肌の方でも朝はちゃんと落として新しい保湿剤を塗ってほしいです。保湿と同じぐらい洗顔は大事だし、洗顔と同じぐらい保湿は大事。もうここは2つセット。おすすめの洗顔なんですけど、乾燥肌の方で朝洗顔料を使うのが怖い方にはマナラのモイストウォッシュゲルです。これはマジでおすすめです。洗顔料で乾燥するのがマジで怖くて使えないっていう方は一度は使ってみてほしいです。続いて、夜型の生活。もしこの動画を見てる方が夜型だったら、ちょっとドキッとねさせてしまったかもしれないですけど、やり方次第で別にそんな悪いことじゃないよっていうのを後で話すので安心してください。まず、なぜ夜型生活が老化につながってしまうかっていうと、脳が5、6歳老けちゃうんです。いろんな要因があるんですけど、中でも一番分かりやすいのが、夜型だと慢性的な時差ボケが起きていて、それが脳にすごい負荷がかかってるんですよ。ただね、ゴールデンタイム、シンデレラタイムみたいなの聞きません？10時から2時。あれって嘘知識と、言われてるんですね、今の時代だと。どうしてあんなことが言われてるかっていうと、寝入りの最初の3時間が成長ホルモンを分泌させる若返りホルモンなんですけど、要は一番気を使うところはそこ。最初の3時間を深い眠りに誘うためにできることは、夜型でも寝る数時間前にはお部屋を暗くしましょう。そして軽いストレッチ、そして寝る90分前の湯船、90分後ぐらいにだんだん冷えてくるので、この瞬間が眠りを誘うんですよ。そして478呼吸といって、4秒鼻から吸う、7秒息を止める、8秒かけて口から出す。これを4回繰り返すと深い眠りを体験できると思います。続いて、体を冷やす。原理としてはシンプルに栄養が行き届かないから。若さを保つには栄養が全てです。エイジングケアのために、健康のためにいい食材をとっていても、血液が届くべき場所にしっかり届けてくれなかったら意味がないんですよ。なんでそんなことが起きるかっていうのを説明すると、臓器って37度保つようにしてるんですね。その臓器の37度を保つことを危うくさせてしまうような冷えがね、外側から起きた時に何をするかっていうと、内臓から一番遠いところの血液を縮めちゃうんですよ。そうすると臓器の温度は保てる。だけど栄養とか血流がしっかりと回りにくくなるので、栄養が届きづらくなるっていう原理です。体が冷えてしまったサインは、手足が冷たくなったらです。なので手足が冷えてしまったら早急に白湯を飲んでください。これで体の体温は保てます。臓器周辺が温まることが大事。続いて、クマを放置。これ私も小学生の時にクマがすごかったんです。自分放置するとほんと治らなくないですか？で、大人になってからちょっとできかけたなってなったら、すぐになんか調べて対処とかするようにしてから定着化しにくくなりました。では対処法をお話しします。クマにも種類があって、茶クマ、黒クマ、青クマ。茶クマは、私あるんですけど、色素沈着。これはね、私的には結構治すの難しいです。皮膚科で最
最近はハイドロ機能をもらうようになりました。レーザー治療ができないんですよね、目の周りが。なので、塗り薬が個人的には一番いいかなと思います。青クマは血行不良が原因です。疲れとか睡眠不足を引き起こしている時により目立ちます。対策法としては、意識的に瞬きをするようにする、軽いマッサージをする、ちょっと血流をね届かせるために眉裏ですね、ここ、そして保湿。黒クマは加齢です、はっきり言うと。そしてたるみ、これはマジで保湿対策が一番で、黒クマがありながらも全身なんかむくみがひどいって時は病院に行ってくださいとネットに書いてありました。続いて糖質の摂りすぎ。皆さんご存知の白砂糖をやめるは確かに老化防止だし、本当に老けないみたいなね、すごく手っ取り早い方法ではあるんですけど、本当に老化したくない、老けたくないという方には糖質も摂りすぎないようにするのがおすすめです。白砂糖はね分かりやすいんですけど、糖質の摂りすぎっていうところにまで健康系に詳しい方以外だと意識がそこまでたどり着かなかったりするんですけど、白砂糖と糖質の摂りすぎにも注意してほしいです。続いてメイクを落とさない。さすがに落としてますよね。肌ボロボロになるだけじゃないです。老けます。一番ここ危ないのが、落とさなくても肌綺麗な20代の方、気をつけてください。それもしかしたら今だけです。ダメ、調子に乗ってはダメ。対策としてはもうメイク落としは最優先。おすすめの拭き取りシートはビオデルマでもいいんだけど、ビオデルマ以外だったら私は&Bとアリウールっていうメイク落としがすごいね、濃いメイクも一発で落とせるので、摩擦レスにパパッと仕上げられるっていうところがいいと思います。どちらも突っ張りにくいので乾燥肌の方にもおすすめです。続いて最後の項目、スキンケアに全振りしすぎてヘアケアしない。ヘアケアというか髪の毛の見た目のエイジングケアですね。頭皮環境や髪の毛のエイジングケアはかなり見落としがちなんじゃないのかなと思います。特に30代前半までは絶対やった方がいい。なんでかって360度老け見え原因するじゃないですか。こんなに面積が多いんですもん。パサつきだったりうねり、ツヤのなさ、この3つが揃ってしまうとすごく老けて見えます。最近ちょっと良くなってきた気がするんですけど、2年前ぐらいからすごいね、この生え際薄かったり切れ毛とかもひどくて、なんとかしなきゃとかは思っていろいろ調べていった中でたどり着いたのが、タンパク質を取る、内側からも外側からも、あと見た目の美しさを保つんだったらケラチン、 EGF、 そしてこれも体を冷やさない、これ抜け毛原因になります。あと頭皮を皮膚から動かしてあげる。これ頭皮だと見立てるとこれでちゃんと動かしてあげる。これ固まってるんですよ。これがね、血流が行き届かなくて栄養も行き届かないので、とにかく頭皮に栄養を行き届かせる。私ももちろん完璧っていうわけじゃないけど、そこを目指してる人がいたらこれやっておいて損はないです。で、食べ物でもタンパク質以外で言うとミネラル取る。で、おすすめのアイテムとして私が知ってる頭皮のエイジングにいいアイテムは、日本メーカーだとアグライア、私が使ってるローズの香りでとってもいいんですよ。泡立ちを良くする、あんまり良くない成分とかもあるので、そういうのを気にする方にすごく安心なシャンプーだと思います。トリートメントもあります。で、韓国メーカーで個人的にすごくいいなと思ったのがダリーフ。これいい、めっちゃ。はい、いかがだったでしょうか。今日は老化のためにやってはいけないことの紹介でした。こんなこと考えてると人生楽しくなさそうってたまにコメントで言われるんですけど、私は知らないでいたことの方が後悔してるんですよ。老けたくないのにどうして調べなかったんだろうと思って。で、多分この動画に興味を持ってくれて開いてくれてエンディングまで見てくれてる方はきっと老けたくないからこの動画を見てくれていると思うんですけど、知ってる上でどうするか、選択肢が生まれることって得だと思うんですよ。今後の人生の選択肢の幅を広げるための、動画だと思って今回の動画も参考にしていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。